こんにちは。今日もまたね、コメントに対しての返事をしたいなと思ってます。で、ここで初めて読んでもらって、初めて皆さんの思いとかいろんなことを聞いて答えてるので、今もワクワクです。待ってます。楽しみにしています。はい、お願いします。はい、美人ではないけど肌や髪やおしゃれにしてて見てて元気が出ます。ありがとう。前向きな65歳って素敵でした。ありがとうございます。そうね、なんていうのかな、やっぱりピカピカしてるとは思う。だってしょうがないよね。もともとピカピカにしてるつもりはないんだけど、勝手にピカピカしてちゃってるのよ。しょうがないのよ、ピカピカしてるから。で、これをピカピカしないようにしようと思ってもちょっと難しいので、なんていうのかな、いつももうほんとポジティブ。ネガティブなことはほとんど考えたことがない。もうネガティブなことはね、小さい時に考えすぎちゃってね、今ないみたい。だからもうね、いろんな人生乗り越えるとね、後半ね、結構ね、いろんなこと乗り越えてるからね、大丈夫、すぐ乗り越えられるわってな感じになっちゃうのがこの今のピカピカかもしれないね。またよろしくね。前向きですんでよろしくお願いします。はい。よく耐えましたね。離婚してよかったです。そう、離婚してよかったっていうかね、あの時に多分出なければダメだと私も思ってたの。で、本当に申し訳ないですけどね、一回も後悔したことがない。だから生活に困ることもないし、何一つ困ることがなかったんですよ。離婚してから一日も一回も一秒も、もう完璧にやり尽くしました。私ね、何でもそうなんだけど、やることに対しての後悔がないんです。もうね、結婚生活もめちゃめちゃ頑張りました。本当に。仕事も今頑張ってるでしょ。子育ても頑張ったでしょ。子供たちも2人ともバレエダンサーになったでしょ。だけどね、必死ですよ。もうね、決めて覚悟を決めたらなるまでやり尽くす。これがね、私の性格なんですよ。だから離婚もしましたけど、結婚生活に悔いがないんです。ああしとけばよかった、こうしとけばよかったなんて一個もないんですよ。私これからの人生もそう思ってやってます。私だからもう死ぬ時は、すいません神様、もう疲れちゃったから600年ぐらい寝かしてもらってもいいですかとお願いしようかと思ってるぐらい。本当に前向きです。これって決めたらもう本当にすっぱりします。だから多分 YouTube もそういう風になるだろうね、きっと。もう突っ走るしかないと思ってる。決めたから、覚悟決めたから。覚悟決めたら突っ走るよ。もうだってこれ私の人生の後半だからね。皆さんに元気になってもらうために頑張ろうと思います。だから離婚してよかったとかそういうこともないんだけど、新たな人生の旅立ちのためのステップだったと思ってます。だからそのための基本だったから後悔することもないし、実力をめきめきとつけていたから困ることもない。で、いろんなことがあったとしても乗り越えられる力も本当につけてもらったしね、結婚したことによって。だからありがたい結婚だったんです。だから本当にありがたいと思って結婚生活だったんで、だから多分もうそれで終わったんだろうね、私のありがたい結婚生活。ここでもう終わったからもういいよって思ってきっと離婚したんだと思います。お願いします。はい。超プラス思考最高。はい。もう当然でしょそれしかない。ごめんね、頑張ろうね、一緒にね。はい。65歳で結婚、素敵ですね。ありがとう。私も60歳で再婚を目指したい。ああ、それにはさ、自立してないと無理だからね。60歳で結婚するっていうのは相手も自立してないと難しいと思う。なんかこれからほら老後来るわけじゃない、60以降って。で、私65、彼も65、同じ年なの。でもものすごい元気いいのよ、本当に。で、やっぱりなんていうのかな、2人とも同じモチベーションでいない限り、結婚してすぐ介護するのってなっちゃうじゃないですか。そんなのありえないよね。もうだから2人とも元気で病気もないような結婚生活じゃないと後半だからね。人生の後半こそいい素敵な結婚生活してほしいと思う。だからね、ずっと一緒にいなくていいのよ。私の結婚もずっと一緒にいないからね。めんどくさいからそんなこと。だから別々の家があってお互いに行き来をするって感じなの。めんどくさいのよ。で、彼の家はね、もうね、あれなの。
お庭もすごい広いし、ピザの蔵があったりバーベキューができるところがあったりするの。だからそういう時だけ行きたいの。そう、あとは別にどうでもいいの。いいの。だからもう自分、今までほら結婚したでしょ、18年間。いらないのよ、一緒に結婚生活してね。そういうくどい結婚生活はいらないの。もうそうじゃないの。苦労する必要はないの。これからの60以降の結婚っていうのは、明るく楽しく自分の人生の後半を楽しむ。で、お互いに距離感を持った夫婦生活、これ大事だと思いますよ。一人になりたい時だってあるじゃない。私だってありますよ。くたびれちゃう、一緒にいると疲れちゃうから。二人ともこんなんだから。向こうも多分私とずっと一緒にいるとくたびれると思うよ。ほんとくたびれちゃうから、ちょっと本当に 3日とか2日とかずっと来ない方が、ね、楽で、お互いにこう離れながら、ちょっとああいうとこ行きたいね、こういう時ね行きたいねって言うと、一緒に行ってね、おいしいものを食べたり、あんまり美味しいものを食べに行くだけかな。私の場合は美味しいものが大好きなので、美味しいものを食べに行くと、あんまりお寺とか行ってね、なんか見るのも嫌いじゃないけど、どっちかっていうとウォーキングしながらってこういう感じ、そんな感じです。だから楽しんで60歳で結婚したかったら、もう生活も自立して、彼がもし何かあっても食べていけるだけの生活収入。で、相手がいなくなっても大丈夫。一人でもいられる。でも相手がいたらもっと楽しいっていうような結婚生活を望んで、だから私たちは子供の頃の結婚生活でずっと一緒にいてなんか幸せ感ってあるじゃない。そうじゃないの。お互いに自立する結婚。これね、目指してほしいと思う。そしたらね、彼が早くいなくなっても大丈夫。また一人でも元気でいられるから。そう。だから依存してると生活に困ったりするわけじゃない。だから依存度なしの結婚。これね、60以降の結婚にはね、絶対大事。だから自分もピカピカに磨いて、仕事もバリバリして、相手もバリバリして、年金生活者とは結婚しない方がいいよ。だって年金だもん。でしょ。年金生活したい人と結婚しちゃうと私はダメだなと思ってる。だから私も年金まだもらってないし、彼ももらってないし。ね。だから自立しようよって。自立した結婚が60以降の結婚だと思ってね。お願いします。頑張れ。はい。魔女先生、はい。昨日から突然 YouTube でお見かけするようになり、今日チャンネル登録しました。ありがとう。もう先生のお洋服に髪型、羨ましくて仕方ない。肩出して羨ましい。足も出すよ。二杯物産から本当。だけどね、なんていうのかな、自分をいつも高めておきたいっていうのが私の中にあってね。さっきもね、いろんなことをこれから話するけど、もう自分をいつも綺麗にしたら、だから鏡に向かって、いやだ、いつも綺麗っていつも思ってるからね。だからこの間も言ったでしょ、ファンデーション塗らないし、本当アイメイクで本当に薄いお化粧なの。あんまり変わらない。それでも変わるって言うんだよ。ただ眉毛ピッて描いて、アイメイクパチパタってやって髪の毛くるくるって巻くだけだからね、私の化粧って。何にもしてないじゃん。肌もうファンデーションもピチピチでしょ。本当に自分でも65でもピチピチだなと思ってるから。そうだから、肌だって本当に何にも洗わない。この間も言ったけど、絶対に洗わないからね、体はいい。手だとか足だとかお尻だとか大事なところは石鹸で洗うけど、もう油取らないよ。もう油取ったら干からびるからいい。で、お水をしっかり飲む。これね、もうこれ大事だからね、お水飲みようって言ってるからね。で、そうやってやったら絶対にこれになる。信じてやってくれれば絶対これになるから、頑張ってね。お願いします。ありがとう。また見てね。続きがありまして、すいません。ね、同じ県だと知ってますます嬉しく思いました。長野県の人なんだ。よかったね。この出会い、ご縁を大切にしたいと思います。私も神様仏様はいると思って毎日生活しています。どうぞよろしくお願いします。多分神様仏様が合わせてくれた縁だと思います。だって YouTube 直前出たんでしょ。だと思うよ。出会いってすごいよね。だから同じ人たちが来るってことはもう今度引き寄せの法則なので、みんな同じ人たちが来ると思ってます。ありがとう。お願いします。すごく早いと思いますよ。転生に関して強い思いがあったのでしょうね。ありがとう。そう、早いよ。理念転生早いと思う。たださ、また地球に戻ってくるかっていうとまた別問題だと思うよ。地球ってあれなんだって、肉体に魂が入るから、魂ってほらファンファンファンってどこでも行けるわけじゃない。
だけど肉体に入るってことは手錠されてるようなもんだから、やっぱりうまくいかないじゃん。体うまく動かないし、動かさないと動かないし、動かなくなっちゃうと太っちゃうし、なんか嫌なことあると苦しくなっちゃうしって、それが人間の体じゃない。だけど魂は自由だから何もないのよ。食べるために働かなくてもいいしっていうわけじゃない。だから理念転生ってやっぱりまた選んでここへ来てるわけだから、また人間がいいって来てるわけでしょ。地球がいいって言って来てるわけでしょ。毎回毎回地球じゃないと私は思うの。で、私ほら魔女先生って言ってるけど、私も本当に前も言ったけど、前魔女だったと思うもん。裏の世界の人ね。だから天と地じゃない。魔界はすいません、裏にあるから、裏ね、上と下の裏だから、妖怪だとかあの辺はみんな裏にいるの。だから裏の人間だから、私だから絶対天国も行けないと思うし、地獄も行かない。私は裏でいいのっていう人間だから。そうだから、しばらくちょっともうね、裏でちょっとやってたら飽きちゃったんだろうね。で、あんまり地球人がさ楽しそうにしてるのを見て、いいな、やってみた、いうことってやってこの世に来たような気がするの、選んで。で、神様にお願いしてさ、私さ、何でもいいけどさ、イモリとヤマリ食べるのもそのうち飽きたような気がするの。ちょっと違うものも食べたりしてみたいの。なんかやってみたいのよってこの世に来たような気がするから、本当に。だから理念転生は絶対にあるけど、私がこの次に理念転生してここに来るのはもうちょっとしばらくしてからのがいいかなっていうぐらい、今必死に毎日頑張ってるので、これからもずっと生きてるうちを頑張るので、しばらく休みたいなとは思ってるので。でも理念先生は絶対ね、早い人はいる。うちのおばあちゃんみたいに本当に20年ぐらいとか30年ぐらいで帰っちゃう人もいるから。でもうちのおばあちゃんもすごいよね。わざわざ20年ぐらいでまた地球に戻りたいんだ、違うとこ行きゃいいのにと思ったよ、本当は。でもしょうがない、娘生まれるためだからしょうがないかとは思ってるけどね。そんな感じです。はい。政治ですね、良いですよね。政治いいよね。すみません、バロサントもかなり浄化作用ありますよ。そう、バルサントも。パロサントかな。パロサント、ちょっとまた調べてみるね。今ちょうどずっともう政治ずっと使い続けているので、もう政治命みたいになってるけど、それもちょっとやってみたいね。ちょっとありがとう、いい情報をちょっと使ってみたいと思います。はい。魔女先生は面白いですね。スーパーで好きなもの買ってくるとは。スーパーでだって子供だからの年いい、もうさ、じっとしてるとかってやったら普通じゃない。好きなもの、私だって今だってちょっとおかしい時ね、こんなもん買わなきゃいいのにと思う時あるよ。もうさね、スーパーに行ってどうしてこんなもん買ってきたんだろうと思う時もあるの。で、昔太ってた時にさ、やっぱりケーキとか食べたいじゃない。で、やめられない時、ケーキとりあえずね、やめなきゃいけないって決めて、覚悟決めると頑張る人だから、ローソンとかケーキ屋さんに行ってケーキ入れるの、とりあえず。で、とりあえず冷蔵庫に入れるの。で、入れてさ、賞味期限過ぎるまで食べない。で、捨てるの。で、それを何回も何回も繰り返したの。そしたらいい加減ね、ほら、さっきのYouTube のあれと一緒でね、うちの母親もね、毎回違うもの買ってきてうちの母親に怒られるわけじゃない。そうすると普通のものを買ってくるようになってくるわけじゃない。だから今だって同じことやってるからね。で、今はやらないよ。もう何年か前、6年前まで本当にローソンでケーキを買って冷蔵庫に入れて賞味期限切れるまでじっと見ながらっていうのを何ヶ月も続けたような気がするもん。で、何回も何回もやるとさ、もういいじゃない、どうせ食べないんだからって買わないようになるわけだから。そこだね、いつもね、変わらないのよ、性格って。最初の本当の根底の性格っていうのは変わらないんだと思うよ、本当に。はい。アンティークの食器とか家具お好きなのですか？後ろの景色が気になります。アンティークの食器って、そうね、料理を好きだったので本当に食器集めをしました。今もここに出てないものでも本当に洋食器のこうセット、フォークとかナイフとかスプーンとかって豪華なものがみんなに置いてあります。今全然使ったことない、使う意味がない。でもほらねえ、見ても見るだけでもいいかなと。地震来て壊れてると困るなとは思ってるよ。だから食器とかね、今の彼がね、食器が大好きなの、やっぱり。だからそういうところでも趣味が合うんだと思うのよ。だから食器とかもう本当に好きだから、そういうものを見に行ったりとかね、買ったりとかってするよ。
何でも鑑定団に出したら本当にいいものがあるかもしれないよ。はい。素晴らしいご両親だと思います。ああ、もう本当に最高。うちの母親父親は素晴らしい人でした。本当に小さい頃は怖くてね、本当に逃げ出したかったけど、もう今もう父と母がいて私がいるから、父と母だけにはもう本当に大感謝してる。ありがたいと思ってる。今も毎日朝ね起きるとね、父と母に感謝している。ありがとうっていつも言ってる。だから私もね、自分の子供たちにお父さんお母さんはそういう人だったなって言われるように頑張りたいな。あの人本当によく今も言われるんだけど、本当に言うこと聞かないっていつも言われます。本当子供の言うこと絶対聞かない母親なので、はい。もうだからでもね、それでいいと思ってるんだよ。迷惑かけてないんだから、誰にもね、息子や娘にも迷惑かけてないんだから、いいと思うんだけど、父と母に学んで今があるっていうのは本当に素晴らしい母と父でした。もう母なんかね、本当に綺麗な人だったのよ。もう私が小さい頃、母すごい綺麗な人だったから、なんで私はいないんだろうって思って、ずっと綺麗な母を見て育ちましたからね。でも知らないうちに似てくるんだね、だんだんね。母までは綺麗とは言えないけど、本当にね、綺麗な人でしたよ。本当に。感謝してますよ。ありがとう。ひとりさんの本もかなり読みました。YouTube でもひとりさんいっぱい出してるじゃないですか。すごいこと言ってますよ。昨日も見ましたけどね、私。ひとりさんから教わった覚悟。これね、私もやってたような気がします。覚悟を決めないで何かしても結果は出ないよってひとりさんも昨日言ってました。その通りだと思います。決めた時には目的が達成できるまで覚悟を決めて努力をする。だからこの間も言ったけどほら雨乞いね、雨が降るまでやり続ける。何でもそう、人生全てそうだと思います。これはやる、ここまで決めるって決めたら、とりあえず覚悟を決めて結果を出すまでやり続ける。これはひとりさんの言葉、もう本当に最高だと思うんで、YouTube のひとりさんを見ますよ、この頃は。自分もの YouTube を見て、ちょっと私は確認のためだけど、ひとりさんピッて見て、見たいのだけピッて見て、あ、なるほどって言って手叩いて、自分の中にずっと入れてます。はい。ひとりさんすごいです。はい。ありがとう、ひとりさん。はい。で、美しい人。ありがとうございます。美しいかどうかわかんない。でもあんまりそばにいないね、こういう人。あんまり見たことない。いないんでもそばに。こんな田舎に住んでるからなかなかいないよね。美しいかどうかわからないけど、私ね、本当にね、なんていうのかな、魂は綺麗だと思う。本当に魂だけは綺麗なんだと思う。綺麗にしてもらったみんなに。やっぱり、やっぱり磨いて綺麗にしてもらった気がする、みんなに。だから自分の人生は磨かれて今になったような気がするの。だからみんなも磨いてね。どんな宝石でもどんな石でも磨きは綺麗になるのよ。だから磨かれるための努力はしようね。だからいろんなことを考えて、いろんなことに悩んで、いろんなことに乗り越えていけば磨かれるからね。磨かれて石のように原石だから、みんなね。私だって小さい時にはどんな石だったか分かんないわよ。もうひどかったんじゃないかと思うの。でもなんだか知らないけど、母に磨かれ、父に磨かれ、友達に磨かれ、周りの人に磨かれ、会社に磨かれ、いろんな人に今も磨かれるわけじゃない。だから磨かれれば磨かれるほど綺麗になるから、魂綺麗になってるから今があるんだと思うよ。本当にありがたいなと思う。だからみんなも磨いてね。もういろんなこと言われたらラッキーと思って磨くんだよ。ね、そうすると綺麗になるからね。頑張りましょうね。はい。磨き方また教えてあげるね。うん。すごい体験談をありがとうございました。ますます引き込まれます。そう。すごい体験談かどうかは私は分からないの。もうがむしゃらにだって乗り越えていくしかなかったから。だからこの体験談を話してこんなにみんなが感動するとは思ってなかったの。だってこれ私の普通だからね。だってこうやって生きてきたわけだから、何も変わらないわけ。こうやって生きてきたのよ。本当にYouTube の通りに生きてきたの。まだいろんなことあるんだよ。だけど、とりあえず話してみて、もっと聞きたいって言えばいろんなこと話してもいいけど、ちょっとすごいよ。どうすればいいんだろうね。これ話していいのか分からないけど、すごいよ。はい。
長野に住む妊娠中のものです。はい。6ヶ月で話す？びっくりです。でしょ。先生にはどこで会えるのでしょうか？はあ、長野のどこのお住まいなんだろうね。どっかでまたさ、じゃあ、コメントに入れといて。そしたら、どっかで会えるかもしれないよ。会ってもいいよ。はいよ。はい。会いたいね。はい。登録させていただきました。ありがと一つだけ悲しかったのは、うん差別意識はないと思いますが、うん黒人の方に対しての差別発言になってます。それね傷つく人がいるかも。そしてやはり自立は自分を救いますね。私も離婚して何年も経ちますが、まだまだ未熟なので強く綺麗な女性になります。そうだね、本当にそれしてね、私も本当にね、この言葉ごめんね。この間も言ったけど、当時私が本当に鬱だったので、頭がおかしい状態であれが見たっていう状況なのよ。で、差別意識は全くありません。もう本当にそういうものは何にもない。ただ当時のことを素直に伝えるにはそれを伝えなきゃいけないと思って話しただけ。だからアメリカにいる娘にもものすごい勢いで怒られました。もうね、大変ですよ。もうね、何を言ってるんだって、もう大声で怒られましたからね。でも、そうじゃないんだよってことを多分気がついたんだと思うんですよ。だからあれから何も言ってこなくなったので。ただ、やっぱり、あれは私の時の精神状態の心のままを、本当のことを言っただけで、差別意識とかそういうものは一切かけらもない。みんな同じ人だと思ってるよ。みんな同じ。みんな一緒なのよ。もう何も。だけどやっぱり心が病んでたりとか、そういう風になるとそういう風になってしまう風になったり、そういう風に見えてしまったりするんだろうね。だから相手のことも自分の心が病んでると、あの人言っていないのに自分のことを悪口言ってるんじゃないかしらって思ったりする時もきっとあると思うよ。で、そういうふうに思ってる人もいっぱいいると思うよ。だから自分の心が本当に病んでる時はそういうふうに見えるよ。だから気をつけなきゃいけないよねっていうことだと思うよ。だから自分がおかしいって思った瞬間にパンと弾けるように自分の子供が普通の赤ちゃんに見えたからね。だからそこなの。だからおかしいって認めろって言われたから認めたんだけど、これ認めない人もいるから、認めて頑張ってくれたらいいな。自分はおかしいんだって認めてくれて、そこからパンと弾ける人生がまた待ってるからって思ってますよ。本当にこれはね、私も自分の娘はアメリカにいるから本当に怒られたの。ものすごい勢いでね、文句を言われたの。でもそんなことないからって言ったけど、うちの娘は本当に気強い人間で6ヶ月で喋るからものすごいやつだから、もう本当にうるさかった。もうね、うるさい時はね、しばらくね、電話しないことにしてる。スカイプしないことにしてる。ちょっと落ち着くまで待ってから電話すると落ち着いてるので、ああよかったって心収まるのでね。もうこれはもう長い間の付き合いなのでね、娘とも。だから半年くらい連絡も取らない時もあります。じゃないとめんどくさいから。はいはい。お願いします。はい。2024年7月12日が、今日先日夢の中で蛇たちと一緒に仲間と戦ってました。ドリーミーで楽しいっす。すごいね。私もほら言ったじゃない、 YouTube で言ったけど、1月の2日の日、初夢の日に大蛇が大きなガマ口に飲まれる夢を見ました。戦ってるんだね。でもすごいね。7月の12日か。なんかあんのかなね。日々と戦うってでもいいよね。なんか宝くじ買ってみたらどう？7月の17日がね、本当は宝くじ買うにはね、いい日だったらしいよ。買ってないけど私。あんまり一攫千金狙わないタイプなんだ。あんまり一攫千金よりも地道に働いて生活力を持った方がいいかなっていうタイプなのでね。でもちょっといい夢見たからラッキーと思ってちょっと買ってみるのもいいかもしれないね。はい。先生から、どこかで見たことがある金色のオーラを感じたので動画を見入ってしまいました。サムネイルだけでも気持ちに元気が出てきました。思い出しました、武田和平さんのオーラです。サムネイルだけで役が払われ、運が上がる感じがしたり涙が出そうになります。ありがとう。泣く人はいっぱいいるよ、私の。本当この間も言ったけどね。でもね、本当にね、私自分のことはそんな風に思ったことはなかったの。でもこうやって YouTube に出して自分の YouTube を自分の家のテレビで見た時に、こいつすげえかもって思うのよ。本当に手叩いちゃうの、私自分の YouTube みたいで言ってること忘れちゃうから、自分で言ってて。
で見ると、やだかっこいいじゃないこの人、絶対私じゃないと思ってるよ、本当に嘘じゃなく。でもそういうふうに言ってくれる人も今までもいたけど、本人はそういうつもりで言ってるわけじゃないんだけど、すごく感動して涙流してくれたりね、元気が出たわって言ってくれる人はいっぱいいます。患者さんにいっぱいいるの、ありがたいことに。だからこれで YouTube に撮ってもらってね、こうやって流して私の映像を見て、そこで間接的にも元気が出るって言ってくれたら、私はやってる意味があると思うので、ありがとねって思ってますよ。ありがと声がすごい昔の執刀医に似てる、怖い、いつかなれるかな。出頭医、あ、そうなの。でもね、言われる。結構ね、患者に厳しいので、もどうしても治したいという思いが強いと、患者に対してその生活習慣とかいろんなものを治させてあげたいと思うとね、きつく言ってしまう時があるのよ。で、なんていうの、病気になるってね、申し訳ないけど自分がいけないの。だから自分がいけないんだから、いけないところを見つけてちゃんとそれを確認してやめなきゃいけないわけじゃん。だから私も太った時はビール大好きだったわけじゃん。じゃあビールやめようねとか、お菓子食べるのやめようねとか、糖尿病にはならなかったけどおかげさまでね。だけどやっぱり糖尿病だって運動して食事療法すれば治る病気じゃない。別にインシュリン飲まなくてもいい、注射しなくてもいいし、飲まなくてもいいわけじゃない。だから病気っていうのはその出頭医偉いと思うよ。私素晴らしい先生だと思うよ。やっぱり怒るって、自分勝手に怒るんじゃなくて意味が合ってる怒り方だったら私はいいと思う。だってその人を改善させようと思ったり、その人を良くしようと思う言葉だったらちょっときつくても私はいいと思うよ。だからほら YouTube でうちの父親や母親が私を何とかさせようと思ってすごく怒るわけじゃない。でもその裏にはでも愛情があったわけじゃない。だから愛情のある言葉だったら私の声も少し慣れてくるかもしれないよ。なんていうのか、そうだと思うの。あなたを、その出頭医がね、あなたを成長させるために言った言葉だったりするならば、学びの世界の言葉だからね。そうだから私も患者に厳しいんだけど、患者さん本当に元気になってくると何言うかと言ったら、先生の言うこと聞いて本当によかったってみんな言うもん。それは言うことだから、その時に私が言うのは、そんなことないんだよ、あなたが私の言うことを聞いてちゃんと守ってくれたからこういうことになってるんだよっていうふうに話す。そこなの。だから学びがある言葉だったら学べばいいと思う。でそこが少し自分にぐさっとする言葉でも、あなたがその学んでその言葉を理解して成長したら、その学びがぐさっとくる学びじゃなくて、その声もありがたい言葉になってくるんだと私は思ってるよ。だから今私の言ってる言葉がぐさっとくる言葉だとしたら、まだもうちょっと学びが足りないんだったら、私の言葉を聞いてちょっと成長して、私の言葉が学びの言葉に聞いたらまたコメントしてくれる。だんだん聞いてるうちに慣れてくると思うよ。私すいません、心ある草だと思うんで頑張ってみてね。はい、待ってるねコメントありがとう。服が個性的、素敵、ありがとう。人と一緒は嫌なの。いつも言ってるでしょ、人と同じは絶対に嫌なの。生き方も嫌なの。もうね、何でも一緒とは嫌なの。誰と一緒も嫌だから、どこに行っても別々がいいので、一番自分が綺麗なところを出すのが私のいいとこなの。だって一番綺麗なところを出せばいいじゃない。なんで隠すの、一番綺麗なところ。だから私は一番綺麗なところをいつも出すので、いつも表現するの。だから私はここのラインから二の腕、ウエストも綺麗だけど、さすがにね65でお腹出すのはちょっと恥ずかしいからお腹は出さないよ。でも多分10年ぐらい前はお腹出してたよ。今みんな若い子たちお腹出してる服着るじゃんね。あれやれる、今もやれって言えばもうちょっと綺麗にしたらなれるかもしれないけど、さすがに65でねお腹出すのもどうって思うからちょっと考えるけど、ウエスト出すのもどうって考えるけど、そうだな、一番綺麗なところを出せば出すほど綺麗になるよとは教えたい。そしたらなぜ綺麗になるかっていうと、見せたいところを努力して綺麗にしようと努力するから。だからお腹隠しちゃダメ。お腹隠すから不安ってものを着るからお腹隠れちゃうでしょ。だからお腹出るの。
だけどお腹を隠さないでいつも出す。アメリカの人たちってすごいよ、本当に堂々と出すじゃない。あれ大事だと思う、私いつも。本当に。でも全然見臭くないじゃん。かっこいいと思って見てる。だから日本人ダメだよね。すぐ隠すんだもん。すぐ不安としても見せちゃうじゃん。あれね、お腹とかウエストとか出すように努力するために出したら、もう締めようと思うよ。腹筋やろうと思うよ。そうじゃないね。だから先生も本当にね、YouTube 見ても分かるでしょ。ネックレス絶対しない。ネックレスね、変だけどね、私の体に負けるの。ネックレス輝かないのよ。ネックレスね、邪魔なだけ。ほんと。ネックレスしないもんね。見たことないでしょ。私ネックレスしたことないの。指輪とイヤリングはするけど、ネックレスは絶対しない。ネックレス輝かないもんだって。私の体に。そうなの。そういうもんなの。だから私はいつもこう綺麗に。だからこの次ちょっとコメントの時にここから上は出した服をちょっと着てみせるね。もうだからネックレスいらないよ。もうここだけで肩のライン出したらもう超綺麗だからね。ちょっと楽しみにしててね。はい。現在66歳の独身男性です。はい。魔女先生の話されている人生は65歳から花開く、本当です。はい。長く仕事が見つからず、ついても安月給でした。宗教にすがり痛い思いをして学びました。64歳で緊急手術、回復、半ばホームレスも覚悟。頼まれた仕事はお客さんの喜びだけを願いました。もう僕にはそれしかなかった。はしょりますが、65歳で幸運が舞い降りました。本当に感謝です。社会に対し恩返しの思案中です。これを読んで力が湧いたら嬉しいです。ありがとうございます。いや、とんでもない。すごいよね。もう覚悟決めたからこそのだよね。覚悟大事なんだよ。私も覚悟決めたもん。だから覚悟いつも決めてるけど、毎回覚悟だらけだから、じゃあ私の人生覚悟だらけだから。だけどね、そうやって本当に覚悟決めて必死に頑張ると幸運は舞い落ちる。舞い落ちてるもんね。ここから人生の後半素敵な人と出会うかも。そしてまたその人と一緒に幸せになってね。素晴らしいね。本当に素晴らしいと思う。ありがとう。私が元気もらいました。ありがとう。面白いな。先生みたいに年を取りたいです。楽しくて前向きで一生懸命で偉そうじゃなくて、先生だと嘘じゃないんだろうなと感じます。先生のチャンネル楽しみにしてます。ありがとう。もうね、全然偉ぶったことがない。いつも謙虚でいたいの。これが私の姿勢で、威張った人嫌いだから、大事だって威張った人嫌いじゃん。なんで威張るのあんた。何か偉いのとか思いたくなっちゃう時もあるの。だからなんていうのか、職業とかもどうでもいいの。私一生懸命生きてる人が大好きなの。別に職業ね、どうでもいいの。お医者さんもどうでもいいの。歯医者さんどうでもいいの。もうね、一生懸命その仕事に対して前向きで、人のために尽くしてる仕事を頑張ってる人が大好きなの。だからさ、中途半端に偉いと威張るじゃん。なんで威張ってるのかわけわかんない。先生はね、もう全然威張るなんてどうでもない。いつも同じ目線で同じ位置で、私はもうだから患者さんと話す時もいつも同じ目線、同じ位置で同じ場所で目を見ながら話をするんですよ。もうこれ大事だよね。威張っちゃいけない。いつも謙虚で頭を下げてね、ありがとうっていう人生をこれからもずっと死ぬまで続けたいと思ってます。またよろしくお願いします。花魔女キャミー57歳、何でも前向き、多分みんなを幸せにしたいです。よろしくお願いします。いえいえ、もうじゃああと12、3年後私になってるね、きっと。いろんな経験して、もしその経験がまた YouTube に載せられて、みんながあなたの YouTube を見て元気になれるようなことがあれば、それもそれとか。でもすごいよね。こういう人たちがいっぱいいるんだってことにちょっとね、感動する。私も本当にね、ずっとこの間もコメントで言ってるけどさ、みんな前向きでキャピキャピだったら本当にみんな幸せじゃん。だからたまにほら、落ち込んでる人たちみんな前向きになるための努力をするための頑張ればいいんじゃないかなと思うよ。ね。またあと15年か10年経ったらまたね、私もまた大丈夫。75になっても多分まだ今このキャピキャピ続けてると思うから。そしたらまた一緒に頑張ろうね。お願いします。魔女先生の話面白いです。ありがとう。引き込まれて感謝します。本当。すみません、引き込まれて感動、感謝します。ありがとうございます。
感動するようなことを言ってるといつも思ってないの、ごめんね。もう本当にね、いつもね喋り始めると止まらない人なので、思ったことをそのまま本当に心にあるままそのまま出してるだけなので、それでね、楽しいとか嬉しいとか面白いとか言ってくれると、私もじゃあ何もほら苦労じゃないから、もう平気だから、そんなものね、いつまででも喋れる人だから。ただね、あんまり喋ってるともう今日ね30分過ぎちゃったので、ここで終わりにしなきゃいけないので、またコメントの答えもまたどんどん進めます。じゃあまた会いましょうね。ありがとうね、見てくれて。またコメントお願いします。待ってますね。バイバイ。